ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はエズモンド・タインよ。彼は DLC ドラゴンボーンで追加された死体なのだけど、どこで出てくるのか覚えてる人はあんまりいないんじゃないかしら。だけど彼はその印象の薄さとは裏腹に、まあそこそこ強い死体よ。だけど彼には単なる強さとは別の利点があるの。それじゃあまずは何が彼ならではの利点なのかを見ていきましょうか。始まるよー。エズモンド・タインは片手武器を得意とする軽装戦士よ。彼は NPC にしては珍しくアームズマンのパークを持ってるから、エクストラダメージほどではないにせよ普通の NPC より高いダメージを出せるわ。現在プレイヤーのレベルは34なのだけど、この場合彼のレベルも34になるわ。ところがプレイヤーのレベルを1にしてから彼のレベルを見てみると、今度は25になったわ。彼のレベルは基本的にはプレイヤーのレベルと同じになるのだけど、プレイヤーのレベルがどんなに低くても25より下がることがなるわ。加減レベルが設定されてる NPC はたくさんいるけど、大半はレベル10くらいだから25はかなり高い値よ。後で説明するけど入手方法も簡単だから、レベルの低い初心者資料術師に最適な死体と言えるわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがエズモンド・タインのステータスよ。これまで紹介してきた死体に比べるとスッキリしたステータスをしてるわね。アームズマンをランク3まで取得してるから、片手武器で 1.6 倍のダメージを与えられるわ。片手武器限定だけどエクストラダメージ 1.5 より倍率は高いから十分強力よ。片手武器と両手武器両方に適性があるけど、パークの関係上片手武器を装備させた方がいいわね。NPC は実際の装備と適性が一致してないことがよくあるのだけど、彼の場合はどちらも軽装で一致してるから、巧みな軽戦士も合わさって NPC の中では防御力は高い方になってるわ。そして最も注目すべき点は、最低レベルが25もあるということね。大半の NPC はプレイヤーのレベルに合わせてレベルが上がっていくから、低レベルであればあるほど相対的に彼は強くなるわ。レベルが上がっても決して弱くなるわけじゃないから、序盤から終盤まで安定して使い続けられる死体よ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ソルスセイム北端のカースターグ城の洞窟に入ると、最初の広間の川の対岸に死体が落ちてるから、死の銃とを当ててすぐ外に出れば、エズモンド・タインの死体が手に入るわ。前提となるレベルやクエストが存在しないし、彼本人は最初から死んでるから、AE なら虫の杖を使えばレベル1から簡単に手に入るわ。彼が持ってる骨削の製法だけど、これは盗賊ギルドに入るとグローバーマロリーから受けられる骨削の製法を探すクエストの目標アイテムよ。クエストが開始されればクエストマーカーがつくから、取らないでそのままにしておいた方がいいわ。たとえクエストを始める前でも彼の死体が消えることはないから、保存のために盗賊ギルドに入ったり、保存アイテムを持たせたりしなくて大丈夫よ。報酬の一つであるブラックガードの装備が欲しい場合は、従者にロックピックを持たせて、グローバーの家の地下の扉の前に立たせて、体当たりすれば鍵が開くから、クエストを終わらせないでも入手が可能よ。もう一つの報酬は改良した骨削装備が作れるようになることなのだけど、これはなくても問題ないと思うわ。年下に負けちゃったね。せっかくだしプレイヤーのレベルが1だとどれくらいの強さになるか見てみるわ。武器は二刀流をさせるためフォースオンの剣を装備させてるわ。右手にはもっと強い武器を持たせてもいいのだけど、レベル1時点の強さを見るためにあえて両手ともフォースオンの剣で揃えてるわ。この通り、山賊のアジトくらいなら簡単に制圧できるわ。あとはドラウグルスカージやフロストトロールもなんとか倒せたわ。たださすがにこの辺りが限界で、ドラウグルデスロードには全く歯が立たなかったわ。加減レベルが高い NPC というとタルバスも当てはまるから、序盤に彼らを揃えれば低レベルで終盤並みの戦力を揃えられるわ。エズモンドは防御スキルも高いから、他に攻撃役がいるなら盾を持たせてもいいわね。銃とは自動回復しないから盾役には向いてないのだけど、蘇らせた死体にもう一度死の銃とをかけると、自動回復するようになるから、これを使えば銃とを盾役として運用することもできるわ。この効果については死の銃との隠し効果という動画で紹介してるから、詳しく知りたい人は見てみてね。
ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はエズモンドタインについて紹介したわ。とにかく入手が簡単だし、低レベルで出現させるデメリットもないから、資料術師としてゲームを始めたら真っ先に彼を入手するのはどうかしら。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。